だけほだじゃほう、ウォストリドゥファファラスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日の文法は前勉強しましたね。何々に決まっていると何々に違いない。この2つの文法を比べて勉強していきましょう。はい。ではポイントから確認します。まず1つ目、何々に決まっている。これはどんなポイントがありましたか？ポイントは話している人の主観的な思い込みが入りますでしたね。主観的な思い込みですから他の人がどう思うかは関係ない。私だけの意見ですね。私だけの気持ち、意見を言いたいときに使う文法です。はい。でもう一つ、当然何々だと感情的に言うときも使うでしたね。意味は絶対何々だと思うの気持ちを言うときに使うんですが、もう一つ、もちろん何々です。当然何々です。と言いたいときにも使える文法でした。はい、OK ですか？では次、今度何々に違いない。こちらの文法のポイントは皆さん何でしたか？覚えていますか？はい、こちらは意味は絶対何々だと思う強い推量を表すんですが、何か根拠や事実などがあって確信を持って客観的に言いたい時に使う文法でしたね。なので何か昔からの研究データがありますとか、情報、ネットの情報で見たとか、何か根拠や事実があって周りの人が見てもそう思う、私もそう思うし他の第三者から見ても多分そう思いますと言いたいときに使う文法でしたね。はい、ここまで OK ですか？では例文で見ていきましょう。はい。では、彼は浮気しているに決まっている。皆さん、浮気はわかりますか？はい、彼は浮気しているに決まっている。彼は浮気しているに違いない。はい、じゃあこの2つの文法を比べてみて、どちらが正しいと思いますか？はい、どちらも意味は同じですね。彼は絶対浮気していると思います。と、彼女は今ちょっと不安に思ってます。じゃあどちらが正しいでしょう？これは実は文法はどちらも OK です。どちらの意味も彼は浮気していると思う、絶対そうだと言いたいときに使う文法なのでどちらも OK です。が、ちょっとだけニュアンスが違います。何が違うでしょう？はい、ポイントは何々に決まっている。これは主観的でしたよね。他の人はどう思うかわからないけど私はそう思うと言いたいとき。で、何々に違いない。これは客観的でしたよね。何か理由とか周りの人が見てもそう思いますとか、何か根拠や事実があってこう思うんですよと言いたいときに使う文法でした。なのでどちらも意味は同じ、文法も OK ですが、理由がちょっと変わってきます。例えば彼は浮気しているに決まってる。これはちょっと感情的に自分の気持ちだけで言ってますから、例えば彼は遊び人だからですね。本当に遊んでいる人かどうかはわからない。プレイボーイかどうかはわからないけど、プレイボーイだからいつも浮気していると勝手に思ってます。みたいな感じですね。で、下、彼は浮気しているに違いない。これはどんな理由がありますか？例えば彼の家に行ったら女の子のピアスが彼の家に落ちていました。皆さんどう思いますか？普通は彼の家に女の子のピアスがあることがおかしいですよね。はい、変です。から周りの人が見てもなんでピアスがあるの？女の子が家に来たってことだよね。浮気しているよね。と思いますですね。何かちょっと事実、家にピアスがあるという事実があって浮気していると思います。なのでちょっと理由が変わってきます。ニュアンスが少し違いますね。ですが文法的にはどちらも OK ですから、意味は絶対何々だと思う。主観的ですか？客観的ですか？ここが少しだけ違います。はい、皆さん OK ですか？ではまとめていきましょう。はい、では何々に決まっている、何々に違いない、どちらも N3 レベル
くらいの文法です。で、使いやすさなんですが、こちら何々に決まっている、これは日常の会話でもよく使う表現ですが、何々に違いない、これはちょっとあんまり日常の会話の中ではあんまり使わない表現です。では接続見ていきましょう。これはもうどちらも同じです。動詞、形容詞、名詞の普通形プラスに決まっているに違いないを使いますが、な形容詞と名詞の時は普通形の何々だ、これはいりませんので、だを取ってに決まっているに違いないを使ってください。接続どちらも同じですね。はい。で、使用場面なんですが、先ほども言いましたね。に決まっている、これは日常生活の中でよく使う表現になります。が、この何々に違いない、これはですね、実はちょっと硬い表現になるので、学会なんか研究発表会とか講演会などのスピーチの時とかニュースとかなどでよく使う表現なので、日常の生活の中ではあまり使うことがありません。代わりに何々はずだですね、 N4 レベル、ちょっと初級文法なんですが、こちらの言い方の方がよく日常生活では使います。はい、では最後に注意ポイントまとめていきましょう。何々に決まっている、これは話している人の主観的な思い込みが入ります。何々に違いない、こちらは根拠や事実などがあって客観的に言いたいときに使う文法です。どちらも意味は絶対何々だと思います。なので意味は同じなんですけど、客観的ですか、主観的ですかの違いがありますから、ここに気をつけてください。で、もう一つ、何々に決まっている、こちらは当然何々だと感情的に言う時も使いますから、使い方が2つありますので、これも皆さん覚えておいてください。はい、では何々に決まっているとに違いないの違い、皆さん分かりましたか？はい、では皆さん自分で復習して頑張って覚えてください。今日の授業はここまでで終わりにしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。